年齢を超えて輝く人が密かに続ける科学的12の習慣。あなたの周りにもいないだろうか。年齢を重ねてもなおなぜか人を引きつけ、若者以上に輝いている人。あれは偶然じゃない。才能でもない。脳科学、心理学、生理学、老いと魅力は全く別の道を歩むという衝撃の事実。年齢を重ねるほどあなたの脳は強く、深く、美しくなる。ただしそれを引き出すには条件がある。今日からできるたった12の習慣。これを実践した人はホルモンバランスが整い、記憶力が上がり、孤独を愛し、笑顔一つで人生を変えられるようになる。年齢を言い訳にする人間が老いる。年齢を武器にした人間が魅力を解き放つ。さあ始めよう。この12の習慣があなたの後半人生を誰よりも輝くステージに変える。主観年齢を若く保つ技術。あなたは今自分を何歳だと感じているだろうか。この感じている年齢、つまり主観的年齢が実際の健康や行動に影響を与える可能性があるという研究が近年注目されている。例えば2023年に行われた複数の国際的な研究を統合したメタ分析では、主観年齢が実年齢よりも若い人たちは身体的、精神的な健康指標において好ましい傾向を示すことが多いと報告されている。また過去の米国の長期追跡調査でも老いを前向きに捉える態度が健康寿命や生活満足度と関係していることが示唆されている。この背後には思い込みと脳の相互作用があると考えられている。心理学の分野では自己イメージが行動パターンを形成し、それが脳内の神経伝達物質や可塑性に影響することが報告されている。例えば自分を若いと捉えている人ほど新しい挑戦や運動に対して意欲的になりやすい傾向があり、これがドーパミンやセロトニンといった報酬系の神経活動を促進する可能性がある。その一方でもう年だからといった自己否定的な信念が活動量の減少や社会的孤立と結びつき、心身の機能を低下させるリスク要因になるとの指摘もある。こうした信念と行動の連鎖は神経科学的にはノセボ効果に近いメカニズムとも解釈されている。もちろん主観年齢が全てを決めるわけではない。だが自分はまだ成長できると信じる思考と、もう衰えるだけだと諦める思考とでは選び取る行動が大きく異なる。その積み重ねが最終的に心身の健康にも影響していくのは十分にあり得る。主観年齢は単なる気分ではない。それは未来の行動を方向づける脳のナビゲーションのようなものだ。老いを恐れるより若さを肯定する意識を育てることが自分の未来に対してもっと希望を持てる第一歩になるのかもしれない。脳を若返らせる日常好奇心の育て方。人は新しいことに触れた瞬間、脳の中で明確な変化が起こる。これは単なる比喩ではない。神経科学の知見に基づいた生理的な事実だ。脳の海馬は記憶を司り、前頭前野は計画性や創造性、判断力などを担っている。これらの領域は年齢とともに萎縮しやすいとされているが、適切な刺激によって神経回路が再構築されることが複数の研究で確認されている。例えば2022年にカリフォルニア大学の研究チームが実施した実験では、日常に意図的な新しい刺激を加えた高齢者がわずか数週間で認知機能や感情面において明らかな改善を示した。参加者は慣れた行動パターンを少しだけ変えるというシンプルな介入を受けただけだった。これは小さな好奇心が神経可塑性を促進していた可能性を示している。例えば普段通らない道を歩く、触れたことのない分野の本を読む、話したことのない人と少し会話を交わす。その程度の変化でも脳は未知に反応し学習モードに切り替わる。逆に毎日が同じ刺激で埋め尽くされると、脳はこれ以上学ぶ必要はないと判断する。その結果シナプスの結びつきは弱まり、情報処理力も徐々に鈍化していく。知識を増やすことと好奇心を持ち続けることは別物だ。年齢とともにもう知っていると思う場面は増えていく。だが脳の若々しさはまだ知らないと感じる姿勢によって保たれていく。ほんの少し昨日と違う何かを取り入れてみる。たとえその変化が小さくても脳は確かに活性化する。年齢ではなく刺激の質が脳の若さを決めている。報酬のタイミングを味方につける。人間の脳は報酬に対して非常に敏感だ。だがただご褒美を与えるだけでは脳はそれを十分に生かすことができない。本当に重要なのはいつ報酬を与えるかというタイミングだ。神経伝達物質ドーパミンは意欲や学習、行動の強化に深く関わっている。このドーパミンは実際に報酬を得た時ではなく、報酬を予測した時に最も強く分泌される。つまり脳は報酬そのものではなく、
期待によって動機づけられている。例えばコロンビア大学の実験では、学習タスクを終えた直後に小さな報酬を受け取ったグループはその行動を後日も自発的に繰り返す傾向が強かった。一方、報酬のタイミングを数時間後や翌日に遅らせたグループでは行動の再現率が大きく低下した。この研究が示すのは、報酬の量よりも即時性が行動の定着に影響するということだ。さらに報酬の出現が不確実な状況、例えば5回に1回だけ当たるといった環境では、ドーパミンの反応はさらに強くなる。これは変動強化スケジュールと呼ばれる心理学的な原理で、人がなぜガチャやパチンコのような不確実な報酬に強く引きつけられるのかを説明する要因でもある。この仕組みを自分自身の習慣づくりに応用することもできる。例えば朝の散歩を終えた直後に香り高いコーヒーを楽しむ、筋トレの後にお気に入りの音楽をかけながら熱いシャワーを浴びる。行動の直後に快感が待っている構造を作ることで、脳はその行動を報酬へのルートとして学習する。報酬は単なるご褒美ではなく、次の行動を引き出す起爆装置だ。しかもその効果は即時性と予測可能性によって劇的に変わる。努力の後にすぐに快感を、それだけであなたの脳は前へと動き始める。行動は自動化され、習慣は自然と続いていく。静かな自信を育てる自己認知の磨き方。本当に強い人は声を荒げない。静かに迷わず自分の価値を知っている。その源にあるのが自己認知だ。つまり自分が何者であり、何を感じ、何を信じているのかを的確に理解する力のこと。心理学者ダニエル・ゴールマンは自己認知を感情知能の革新と表現した。自己認知力の高い人は自分の内面を客観的に把握できる。そのため外からの評価や否定に左右されすぎず、自分の判断に信頼を受ける。一方、自己認知が弱い人は他人の一言や些細な出来事で心を揺さぶられやすく、自分の価値や立ち位置を見失いやすい。その状態では行動も感情も外部に支配されがちになる。スタンフォード大学の研究では、自分の性格や信念について日常的に振り返る人は不安、嫉妬、怒りといった感情の起伏が抑制され、メンタルの安定度が高まると示されている。自分の内側に対して誠実であることが外的ストレスへの耐性を育てていた。ではどうすれば自己認知を高められるのか。その鍵は日々の小さな内省にある。例えば一日の終わりに今日の行動や感情を振り返って問い直す。これは自分らしい選択だったか、心のどこに違和感があったか、その言葉や行動に自分は納得しているか。この問いに継続して答えていくうちに、自分はこういう時にこう感じる、こういう行動は心地よくないといった輪郭のある自己の地図が出来上がっていく。また他者の評価と自分の実感を意識的に分けることも重要だ。 SNS の反応や職場の上下関係に翻弄されるのではなく、自分にとって正直な行動だったかを判断軸にすることが静かな自信につながる。自信とは周囲に示すものではない。むしろ日々の選択をごまかさず自分の内側と対話し続けた人だけが自然と醸し出す真のある存在感だ。それは拍手喝采の中では育たない。誰よりも近くにいる自分自身の眼差しの中にだけゆっくりと根を下ろしていく。脳が喜ぶ美さのある生活。脳は予測できる日常を好む。だが完全にルーティン化された毎日では逆に活力が失われていく。必要なのは大きな変化ではない、美さである。カナダブリティッシュコロンビア大学の神経科学チームは日常の中にほんの少しの新しさを加えた人々の脳活動を測定した。その結果、海馬と前頭前野の活性が著しく高まることが分かった。この領域は記憶、創造性、自己制御に深く関わっている。例えば通勤経路を1本だけ変えてみる、ランチの店を一つ隣の通りにしてみる、読む本を普段は選ばないジャンルにしてみる。たったそれだけで脳はこれは新しい経験だと認識し、神経回路に小さな変化が生まれ、重要なのは非日常ではなく反日常。ほんのわずかな違和感、微細なずれ、この微さこそが脳にとっての刺激であり報酬なのだ。心理学者のロバート・ビョークは望ましい困難という概念を提唱した。これは簡単すぎず難しすぎず、ちょっとした工夫や注意が必要な状態のことで、この条件下で人は最もよく学び最もよく記憶する。つまりやったことはあるが少しだけ新しいこと、この絶妙な負荷を生活の中に組み込めば、あなたの脳は日々確実に鍛えられていく。しかもこれは努力とは違う。無理をせず疲れず、それでいて神経は磨かれ続ける。日常に微差を混ぜる、それは人生の質を底上げする戦略なのだ。だからいつもと違う靴を履いてみる、コーヒーの豆を変えてみる、会話のテンポを半拍だけ早めてみる。そんな些細な工夫が
気づけばあなたの脳を柔軟にし、生き方そのものに余白と強さをもたらしてくれる。笑顔は脳と未来を変える静かな戦略。人間の脳が最も反応する表情、それが笑顔だ。しかもそれがたとえ作り笑いでも脳はそれを本物として受け取る。この逆説的な反応は表情フィードバック仮説として知られ、感情が表情を生むのではなく、表情が感情を誘導するという逆流構造を示している。2010年ミシガン州立大学の研究はこの仮説を裏付けた。接客業の従業員に笑顔を意識させると、内面がどんなに疲れていてもしばらくすると気分が上向き始めた。つまり人は笑うから楽しくなるのだ。脳は顔の表情を見て感情のスイッチを切り替える。だが笑顔の効力は自分の内側にとどまらない。プリンストン大学の神経科学チームが示したのは、人は他者の笑顔を見るだけで脳のミラーニューロンが作動し、無意識にその表情を模倣し始めるという事実だった。この瞬間、相手の緊張は和らぎ、共感と信頼が芽生える。営業、プレゼン、初対面、どんな場面でも人の心の扉はまず言葉ではなく表情でノックされる。出会って 0.07 秒、脳が相手を敵か味方かと判断するこの一瞬で、笑顔は私はあなたの味方ですと伝える最初のサインとなる。しかもその効果は一時的なものではない。ノッティンガム大学の研究では、笑顔のやり取りの後、地中のオキシトシン、いわゆる絆ホルモンの濃度が上昇していた。このホルモンは信頼と安心感、つながりを育てる神経伝達物質だ。つまり笑顔は関係の瞬間だけでなく、その後の未来までも変える生物学的な力を持っている。だがここで重要なのは意図である。ただ口角を上げればいいわけではない。心が伴わない愛想笑いは相手の無意識に見抜かれてしまう。安心してほしい、喜ばせたい、その意志を込めた笑顔だけが人の心に深く届く。だからこそたった一つの笑顔が未来を変える。鏡の前で練習する笑顔、ふとした雑談で浮かべる笑顔、その1秒が信頼を生み、機会を引き寄せ、運命を動かすかもしれない。笑顔は感情の結果ではない。それは自ら選び取る行動であり、脳を味方につけ人生を導くための静かな戦略である。孤独時間が創造性と自己理解を育てる。孤独は現代人にとって恐怖の対象だ。だが本当は違う。適切に選ばれた孤独は創造性を開花させ、自己理解を深める極上の時間となる。2017年ニューヨーク州立大学バスファロー校の研究チームは、自発的な孤独と社会的孤立は全く別物であると報告した。前者は自己調整を促し創造的発想を導く。後者は強制された孤立であり精神的苦痛を生む。つまり選んだ孤独こそが心と脳を耕す。一人でいる時間、他者の視線や期待から解放された脳は本来の柔軟性と創造性を取り戻す。2014年ハーバード大学の研究では、アイデア発想の初期段階においてグループよりも個人の方が発想の量と質が高いことが示されている。誰にもジャッジされない静けさの中で人は最も自由になるのだ。さらに孤独は自分という謎に向き合う唯一の場でもある。スマホや会話が沈黙を埋め尽くす日常では、本当の自分の声に耳を澄ませることは難しい。2020年シカゴ大学の研究は、1日たった15分の静かな孤独が自己認識力と内省の深さを向上させると発表した。誰とも話さずただいまの自分を見つめるだけで、過去の傷や未来の不安と静かに折り合いをつけられるようになる。孤独は才能ではない、環境である。創造的な人が孤独を好むのではない。孤独という環境が人を創造的に変えるのだ。だからこそ孤独は逃げ場ではなく鍛錬の場となる。何者でもない自分に戻れる時間、誰かの期待ではなく自分の直感を信じる時間、それは未来を切り開く発火点だ。他者とのつながりを大切にするためにも、一度孤独と深くつながる必要がある。言葉選びが未来の評価を変える。何を言うかではなくどう言うかがあなたの印象を決める。この単純な事実が人生の評価と人間関係を大きく左右する。2022年スタンフォード大学の社会心理学者が行った調査では、同じ内容を話していても言葉選び一つで相手の信頼度と好感度に大きな差が出ると報告された。例えば問題ないですとお任せくださいでは、後者の方がポジティブで信頼できる人物として評価される。これは内容以上に印象が先に伝わるという人間の脳の構造に起因している。また言葉は自分自身の脳にも影響を与える。脳神経科学者アンドリュー・ニューバーグの研究によると、否定的な言葉は扁桃体を刺激しストレスホルモンのコルチゾールを上昇させる。逆に前向きで肯定的な言葉を口にすることで脳内でドーパミンやオキシトシンが分泌され、幸福感と信頼感が高まる。つまりあなたが使う言葉は
他人の評価だけでなくあなた自身の感情と生産性まで変えてしまうのだ。さらに興味深いのは、言葉を整える人は行動も整うという事実。東京大学の実験では、自分の行動をまずやってみようと表現した人の方が、失敗したらどうしようと考える人よりも行動量も結果も優れていたという。言葉は単なる道具ではない、思考の先端であり行動の起点なのだ。普段の会話、プレゼン、SNS の投稿、そこで使う言葉の質が未来のあなたを評価する材料になる。だからこそ言葉選びは武器になる。使い慣れたフレーズを疑え、ネガティブな口癖を見直せ、自分を鼓舞する言葉を日常の中に増やせ。それだけであなたの未来に貼られるラベルが変わっていく。知識より知恵を武器にする思考法。情報が溢れすぎた現代において、本当に価値があるのは知識ではなく知恵だ。知識は検索で手に入るが、知恵は経験と判断力を通じてしか育たない。この違いを理解しなければ、情報に振り回され、自分の頭で考える力を失っていく。ハーバード大学の心理学者ロバート・スタンバーグは、知識と知恵の違いをこう定義している。知識とは事実を知っていること、知恵とはそれをいつどう使うかを知っていること。つまり知恵とは情報の運用力なのだ。例えば睡眠が大切という知識を持っていても、その重要性を実生活にどう落とし込むかは知恵にかかっている。忙しい中でも優先順位を見直し、質の高い休息を確保できる人、それが知恵を持つ人間だ。実際ミシガン大学の研究では、知識偏重型の学習者よりも文脈判断や柔軟な思考を重視する人の方が問題解決能力と長期的成功率が高いと報告されている。知識は材料に過ぎない。その材料をどう組み合わせるかが知恵という料理なのだ。ではどうすれば知識を知恵に変換できるのか。鍵は内省と他者視点にある。経験したことを振り返り、自分ならどう判断し直すかを考える。さらに異なる立場の人ならどうするかと問い直す。この習慣が思考を深め、知恵の回路を育てる。知識は静的だが知恵は動的であり磨かれる。だからこそ知識を蓄えるだけで満足してはいけない。その知識をどう行動に生かすか、どう他者のために応用できるか、これが人生を変える本当の武器になる。感謝のトレーニングが健康を作る。医療でも心理学でも感謝の力が無視できないものになっている。ただの道徳的な美徳ではない。感謝は体内の免疫機能、ストレスホルモン、さらには心臓のリズムさえも変えてしまう生理的現象なのだ。カリフォルニア大学のロバート・エモンズ教授が言った研究では、毎日感謝日記を3週間書いた被験者は書かなかったグループに比べて幸福度が 25% 以上高まり、睡眠の質も向上したと報告されている。さらに慢性的な不安やうつ症状が軽減され、血圧や心拍の安定にもつながった。なぜ感謝がこれほど身体に作用するのか。答えは注意の焦点にある。人間の脳はネガティブな情報に敏感に反応するように進化してきた。これは生存のための本能だが、現代では慢性的なストレスの原因にもなっている。そこで感謝の習慣が登場する。意識的にポジティブな出来事へ焦点を当て直すことで、脳の報酬系が活性化し、コルチゾール、ストレスホルモンの分泌が抑制される。実際感謝を表現する行為にはオキシトシンの分泌を促す効果がある。これは信頼やつながりを感じるホルモンであり、心の安定と身体の回復を加速させる。つまり感謝は感情だけでなく、ホルモンと自律神経を整える身体の技術なのだ。習慣にするには難しい方法はいらない。夜寝る前にその日ありがたいと思ったことを3つ手帳に書くだけでいい。誰かに感謝の LINE を1通送るだけでも効果がある。大切なのは行動に移すこと。脳と身体は感情よりも動作に反応する。あなたの健康は運動や食事だけでは完成しない。そこに感謝が加わった時、心と身体は本来のバランスを取り戻し始める。運動より先に運動したくなる脳を作れ。運動が身体に良いのは誰でも知っている。だがその知識だけでは人は動かない。三日坊主が消えないのは意志が弱いからではない。脳がまだ運動を望む構造になっていないからだ。人間の行動は脳が報酬を予測した時に引き出される。ドーパミンという神経伝達物質がその役割を担っている。このドーパミンは快感を得た時ではなく、快感を予測した時に最も強く分泌される。つまり運動の先にポジティブな未来を描けなければ脳はやりたいとは判断しない。だが現実には多くの人が運動イコール辛い、面倒、疲れるとネガティブな連想で条件付けられている。その記憶がドーパミン系をなまらせ、行動への意欲を遮断してしまう。ここを根本から変える鍵が意味の書き換えだ。痩せるため、健康のためという動機も悪くはない。だがもっと即効性のある報酬、頭が冴える、気分が軽くなる、
集中力が上がる。そういった効果を日常に紐づけることで、脳は行動の先に解を明確に予測しやすくなる。スタンフォード大学の研究でも、ポジティブな意味付けを行った被験者は運動の継続率が明らかに高まる傾向を示した。さらに効果的なのは、運動後に小さなご褒美を用意すること。お気に入りのコーヒー、好きな音楽、読書の時間。運動の後に楽しいことがあると脳が学習すれば、次第に行動そのものに対して期待と快感を結びつけ始める。これは強化学習と呼ばれる、脳が最も得意とする記憶回路だ。重要なのは量ではなく記憶の質だ。1分でもいい。軽く体を動かした自分をちゃんと褒める。その感情を脳に焼き付けていく。脳は気持ちいい記憶を最優先で保存し、その記憶こそが次の行動の引き金になる。運動とは筋肉の問題ではない。それは脳の設計の問題だ。やりたくなるのをさえ手に入れれば、身体は自然に従う。意志はいらない。設計さえ変えれば行動は勝手に始まる。デジタルと脳科学で習慣を再設計せよ。毎朝スマホに手が伸びるのは意思ではなく習慣だ。無意識に繰り返される行動こそが脳に深く刻まれた自動化の証拠である。もしこの習慣を脳科学とテクノロジーを使って再設計できたとしたら、人生は今とは全く違う軌道に乗るだろう。習慣とは脳の基底核に保存されたプログラムだ。繰り返しによって強化され、やがて意識を介さず自動で作動するようになる。だが現代はその強化プロセスをデジタルが肩代わりしてくれる時代に突入している。例えば習慣化アプリは行動の報酬を可視化する設計が主流だ。チェックリストが生まれ、連続記録が伸びる。称号やバッジが表示される。この一連の仕組みが脳内の報酬系を刺激し、ドーパミンの分泌を誘発する。つまりやった方が気持ちいいという状態が脳の中に意図的に作られるのだ。さらに進んだ形として、ウェアラブル端末やスマートデバイスが脳と連動し始めている。例えば脳波から集中力の波を検知し、最も習慣が定着しやすい時間帯にアラートを送る。 MIT の研究では、このようなタイミング最適化により行動継続率が大幅に向上するという。だが注意すべきは、テクノロジーに依存することではない。主導権を握るのはあくまであなた自身の環境設計力だ。気分が乗らない時こそ、意思ではなく構造が背中を押す。通知、音声、記録、視覚化、全てが脳にとって自然な流れを設計するための手段である。究極の習慣とは、やるべきことではなく、やりたくなる流れの中にある。そしてそれは、気づいたらもう始めていたという状態を作ることに他ならない。習慣とは、未来を形作る設計図だ。脳も、行動も、構造も、自分で組み直せる。テクノロジーはすでに、その道具をあなたの手に届けている。あとは、設計し直すだけだ。人生は環境の産物でもあり、選択の連続でもある。だが多くの人は毎日の行動がただの習慣だと気づかずに生きている。起きる時間、食べるもの、口にする言葉、使うアプリ、会う人間、そして思考の癖、全ては脳が自動で繰り返すパターンに過ぎない。けれどその習慣の一つ一つが人生を形作る設計図になっているとしたら、今の現実はあなたの無意識が作った城。つまり明日を変えたいなら、知識ではなく行動でもなく習慣を変えるしかない。幸せな人は幸せになる習慣を持っている。成功している人は成功が生まれる脳の環境を先に整えている。そして人生を進化させる人は自分の使い方を自分で選び直している。意志では足りない。努力では限界がある。だからこそ必要なのは、脳の仕組みを理解し、習慣の力を味方につけること。今日この瞬間からほんの一つでいい。何かを変えてみてほしい。その小さな変化が1年後全く別の自分を連れてくる。それが脳と習慣の本当の力だ。未来は思っているよりずっと静かに、だが確実に今のあなたの繰り返しでできていく。さあ、変化を始めよう。ここからが本番だ。